ゴミは分別してください。燃やせるゴミ、プラスチック製容器包装ゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミに分けます。袋は決まっています。袋はスーパーやコンビニで買ってください。燃やせるゴミは指定の白い袋、プラスチック製容器包装ゴミは指定のピンクの袋、燃やせないゴミは無色透明の袋、資源ゴミは町内に置かれたカゴに分けて入れます。ゴミを出せる日は決まっています。燃やせるゴミは週に2回、プラスチック製容器包装ゴミは週に1回、燃やせないゴミは月に2回、資源ゴミは月に2回。ゴミを出せる日は住んでいる町内で違います。ゴミは当日の朝8時までに決められた場所に出してください。前日にゴミを出すのはやめてください。別の町内のゴミステーションにゴミを出してはいけません。ゴミを出す場所は住んでいる町内の区長さんやアパートの管理人に聞いてください。ゴミの分け方がわからないときはポスターを見てください。ポスターは日本語の他にポルトガル語、中国語、ベトナム語、英語のものがあります。ポスターは市役所でもらえます。市のホームページで見ることもできます。燃やせるゴミの出し方。燃やせるゴミは週に2回出すことができます。燃やせるゴミは指定の白い袋に入れて出します。燃やせるゴミとして出せるもの。生ゴミ、リサイクルできない紙、布、草、木、ビデオテープ、カセットテープです。野菜の皮、果物の皮、魚の骨、卵の殻、食べ残した料理などが生ゴミです。生ゴミはよく水切りしてから捨ててください。ティッシュペーパー、紙コップ、レシート、汚れた紙などがリサイクルできない紙です。新聞紙、段ボール、雑誌、チラシ、お菓子の箱などの紙はリサイクルすることができます。町内で行われている資源回収や回収しているスーパーなどに持っていきましょう。服、下着、タオル、ぬいぐるみ、クッションなどが布です。金属のボタンなどは取り除いてください。長いものは1メートル以内に切ってください。木の枝、落ち葉、雑草などが草、木です。枝は太さ 5cm 角、長さ 50cm 以内に切ってください。ビデオテープ、カセットテープ本体は燃やせるゴミに出します。テープ本体が入っていたプラスチック製のケースは燃やせないゴミです。
これで燃やせるゴミの出し方の説明を終わります。プラスチック製容器包装ゴミの出し方。プラスチック製容器包装ゴミは週に1回出すことができます。プラスチック製容器包装ゴミは指定のピンクの袋に入れて出します。プラスチック製容器包装とは、プラスチックでできた容器や包装です。例えば、お菓子の袋、カップ麺の容器、コンビニ弁当の容器、ゼリーの容器、洗剤の容器、詰め替え用洗剤の容器、卵パックなどです。ビニール袋、食品トレー、発泡スチロールなどもプラスチック製容器包装ゴミです。このマークがついているものはプラスチック製容器包装です。分別に迷ったら商品のラベルを確認してみましょう。このマークがついていない容器や包装でないプラスチック製品は燃やせないゴミです。汚れがついているプラスチック製容器包装はさっと水洗いしてから捨ててください。大まかな汚れが取れれば大丈夫です。洗っても汚れが取れないものは燃やせるゴミに捨ててください。これでプラスチック製容器包装ゴミの出し方の説明を終わります。燃やせないゴミの出し方。燃やせないゴミは月に2回出すことができます。燃やせないゴミは無色透明の袋に入れて出します。燃やせないゴミに出せるもの。陶器、ガラス、ゴム・革製品、金属、小型家電、容器包装でないプラスチック製品です。お皿、茶碗、マグカップ、植木鉢などが陶器です。ガラスのコップ、鏡などがガラスです。割れそうなものは新聞紙などにくるんで袋に危険物と書いてください。ベルト、革靴、カバン、輪ゴム、ホースなどがゴム・革製品です。長いものは長さ 50cm 以内に切って袋に入れてください。フライパン、鍋、アルミホイル、スプーン、クリップなどが金属です。時計、アイロン、ドライヤー、カメラなど小さな電気製品が小型家電です。電池やバッテリーは必ず取り除いてください。市役所、図書館、公民館などにある小型家電回収ボックスに出すこともできます。燃やせないゴミに出すプラスチック製品は容器や包装でないプラスチック製品です。例えば歯ブラシ、バケツ、おもちゃ、ストロー、スプーンなどです。このマークがついているプラスチック製の容器や包装はプラスチック製容器包装ゴミです。これで
燃やせないゴミの出し方の説明を終わります。資源ゴミの出し方。資源ゴミは月に2回出すことができます。資源ゴミは町内に置かれたカゴに分けて入れます。資源ゴミとして出せるもの。空き缶は中を水ですすいでから緑色の大きなカゴに入れます。資源ゴミには飲食物が入っていた缶を入れます。塗料の缶などは燃やせないゴミに出します。瓶は色ごとに3つのカゴに分けて入れます。茶色の瓶は茶色のカゴ、無色透明の瓶は黄色のカゴ、その他の色の瓶は青色のカゴに入れます。空き瓶は蓋を外して中を水ですすいでからカゴに入れます。瓶の蓋は燃やせないゴミに捨てます。資源ゴミには飲食物が入っていた瓶を入れます。香水や薬品の瓶は燃やせないゴミに出します。ペットボトルはラベル、キャップを外し、中を水ですすいで水色の大きなカゴに入れます。キャップとラベルはプラスチック製容器包装ゴミに捨てます。スプレー缶、カセットボンベは赤色のカゴに入れます。中身は必ず使い切ってから入れてください。電池、バッテリー、蛍光灯、ライター、電子タバコなどが有害ゴミです。有害ゴミは赤色と灰色に分かれたカゴに入れます。バッテリーが取り外せない電気製品はそのまま入れてください。バッテリーを他のゴミに混ぜて捨てると火事が起きるかもしれないので危険です。これで資源ゴミの出し方の説明を終わります。粗大ゴミの出し方。指定の袋に入らない大きさや重さのゴミは粗大ゴミです。粗大ゴミは年に1回住んでいる町内で集める日があります。集める日やルールは住んでいる町内の区長さんに聞いてください。または自分で清掃センターに持って行ってください。清掃センターは2つあります。ゴミの種類によって持ち込み先が違います。燃やせるゴミはエコクリーンセンター南越。それ以外のゴミは第二清掃センターです。清掃センターの場所や営業日などの詳細はホームページやポスターを確認してください。市では処分することができないゴミがあります。電気製品のうちテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは市では処分できません。コンクリート、土、石、レンガ、瓦、消火器、灯油、薬品なども処分することができません。
市で処分できないものは販売店や専門業者に引き取ってもらってください。これで越前市ゴミの分け方の動画を終わります。